ちが続く街で君だけ優しく輝いてる Don't stop carry on 諦めない Don't stop shining on 壊されない愛になるよ空を包むように抱きしめている抱きしめているウッソたちシュラク隊はピピニーデンの艦隊を叩くことに成功した。しかしウッソはルペシノの声を聞いて疲れた。そしてエンジェル・ハイローの空域に入ったリガミリティアの艦隊は鈴の音に包まれ押し込められていた。戦場の彗星ファラ。最終組み立ては終わったようです。しかしまだ完全に働くとは考えられんが。これだけの規模のものです。予定の能力を引き出すにしても時間はかかると思いたいものです。ピピニーデンのモトラッド艦隊を一気に抜けなかったのが失敗だったな。地球連邦軍の増援がもう少しあれば。そうではありません。ベスパの布陣が想像以上だったのです。我々の前にはこの田代の艦隊と言われるものがあります。それにモトラッド艦隊の生き残りがあります。さらにエンジェル・ハイローを包むように図鑑艦隊が展開しています。それにあの巨大なお皿付きのモビルスーツだ。鈴の音についてはあのお皿付きということではなく、このエンジェル・ハイローの空域から出ているという話もある。しかし妙なことだ。何か。こんな巨大なものが地球圏に入っていたのならどこかのスペースコロニーが探知していたはずだ。あ何かね、ウッソ君。木星と地球を行き来してる船団はいっぱいあるでしょ。そういったものがエンジェル・ハイローを建造する資材を分解して運び込んだんじゃないですか。なるほど。本セカガチは木星帰りの男でした。そうだったな。ヘリウム3を収集する連中が木星連合共和国を作るという話も聞いたことがある。少年としてはいい推理だな。まるで他人を見る目だ。離れろよ。いつまでくっついてるんだ。暴力反対、体罰反対。嘘、なんか怒ってる？スジ、カルルお願い。どうしたの？父さんの態度が冷たいんだよ。変だよ。そんなことだと思った。偉い人がいっぱいいたんでしょ。カサレリアにいる時と違って当たり前じゃない。だけどさ、男をやって素直になれない生き物だって小説なんかでも書いてあったでしょ。そうかな。私たちの父さんだってそうだもの。そうかな。甘ったれんな。父親と一緒に戦えるだけでもありがたいと思わなくちゃ。それはわかるけどさ。ウッソのお父さんだって連邦軍の偉いさんを相手に神社花ムであろうとして一生懸命なんだよ。リガミリティアのリーダーを一人でやろうとしてるのか。そうだよ。スネルなんて贅沢だし甘ったれだね。だな。リーンホースジュニアの置物のタヌキとは違う。本物なんだ。なぜ待機するんだ。お皿付きが鈴を鳴らしたって、あのモビルスーツ用のシールドだって用意できたじゃないか。抑えて抑えて。やれやれ、本物のジンジャーハラムに刺激されちまって。他のコロニーからだって援軍が来てるんだ。レオニード、この閣下はジャンヌ・ダルクの陣に勝ちたいのさ。メカビームシールドを中心にした作戦を立てるんだ。お前さんがいくら吠えてもな。いや、神社花ム閣下の決定には逆らえんぞ。そうだろ。カレル、
入ります。リーンホースジュニアのジン・ジャハナムの命令で出撃なんですって。そういうことあると思った。偽物の号令に本物がついてくるわけないでしょう。戦争の中で肉親の関係を断ち切るのか。今回の作戦はエンジェルハイロー周辺の艦隊を排除することが目的である。昔から敵味方に分かれて戦う肉親だっているんだから。リンホースジュニアに号令をかけさせたのだ。これで君主の面目も立つんだから、君は少しは父親らしい顔を見せるべきではなかったのかね。将軍はそうおっしゃってくださっても、他の将軍はそうは考えますまい。気遣いはわかるが気の使いすぎだよ。ホワイトアーク隊愉快か発進。ではいいね。オデロ、トマース、行きます。私にミューラーがいたように、嘘、お前にはシャクティがいるのだ。それだけで十分だ。どうだ、高くて気持ちいいだろう。これがカサレリアだよ。落ちたらどうするの？父さんが信じられないのか？そんなことないけど、そんなことは。それならそれでいい。それで。ウッソ、そのシールド俺に貸さないか。お前よりうまく扱って。僕が落ち込んでると思っているのなら見当違いですよ。偵察機らしい機影接近。了解。ウッソエビン、行きます。待てって、あいつ強がったって。オデロ、兄貴風もいいけど僕らは援護が任務だ。ウッソ中心で世の中回っているのか。中心になる者がいなければ組織戦はできないだろう。理屈は理屈。いつもウッソがベストとは限らないでしょ。ユカさん、お前たちは敵の目の前で無線を使ってペラペラと話すなら機体を接触させたお肌の触れ合い回線でやりなさい。まったく世話を焼かせる。戦場では迷いなんてあるものか。聞こえるぞ、あの坊やの羽ばたきが。はしゃぐなよ、ファラ。なぜだ。あの少年たちはお前の誘いに乗って宇宙に上がってきたのだ。可愛い坊やたちだ。それにザンネックは振り回された。可愛がっているんだろうが。ニュータイプの話をしている。つまり戦争をするマシンが翼のビームを放つガンダムを操っているのだ。私はそれ以上だよ。リガミリティア叩いてさ、田代エンジェルハイローに行けるようにしてやるよ。そうしてほしいんだろう。なあ、そうだ。そうしてあげる。キール。はっ。私の代わりにザンネックのキャノンを撃たせてあげる。ついといで。はい。福沢にもなるんですか。この機体だ。当たり前だろ。そう、女は扱うようにやればいいのだ。ビームは補足して白いやつを狙い撃ちしてやる。しかしこの距離では識別が。私が識別しているだろう。はい。こんな距離で。心眼を開け、宇宙にこだまする光を聞け。2コンマ2度上コンマ01、撃て。まだ来る。あのビーム、私を狙っていたように感じたが、まだだ。その V2。
ミリエラさん、交代してください。大丈夫ですね。また来ます。すまない。気をつけて。狙うなら僕を狙うんだ。注文通りだ。坊やが出てきてくれた。行け。はっ。長距離キャノンなら V2 だって。躍起になって追ってきてくれるじゃないか。もっと的を小さく絞ってごらん。はっ。キャノンではこちらの機動力が落ちているけ無理です、ファラショーさん。キャノンの立ち上がりが悪くて。できる。私の見込んだパイロットキルだろ。まだ落ちてないよ、坊や。これでは敵の誘いに乗っているだけみたいだ。子供のようにあしらわれているってこと。しまった。敵が戦いを放棄したの？同行するつもりなの？いや違う。なんだこいつ。そこのパイロットが港町であった坊やだっていうのは分かってるんだよ。なんだこいつ。お前にも私の味わった恐怖を教えてあげるよ。あの宇宙漂流の件にあった時の恐怖をね。気が狂うくらいならこのノーマルスーツをかっさばいて。ファラショーさん、お元気でありますか？何者だ？田代バゴ大佐のご命令でお助けに上がりました。なんと自分を宇宙漂流の刑にしたのは。大佐はクロノクルやカガチ、ズガンたちを欺くためにしたことであります。田代にはカガチを追い落とす計画があったのだ。それが発覚してウッソたちと共にギロチンにかけられそうになった。なぜ私を処刑する？しかしあの時ガンダムチームの抵抗のおかげで田代はギロチンを免れて姿を消した。その田代、カガチはエンジェルハイロを守らせることで再度利用しようとしたのだ。鬱陶しいことよ、お偉いさんのやることは。私は丸2日宇宙漂流したことしか覚えておらん。本当に撃つぞ。ファラはこれをやりたかったのか。とどめは俺がやる。リモコン捨てたのか。お怪我は？出ろ。メガ粒子砲の粒子一つに直撃されても人間は即死でありますから。ビームを細く絞りすぎた。お前はメッチェの代わりにもならん。さて坊や、シールドなしで私とやれるかい？坊やの援軍？連邦軍も加わっているのか？あと一歩のところでお前たちは邪魔をする。ビームを広げて使えば。連邦軍のどこの部隊なんだ？おい、パイロットは生きているのか？はい、大丈夫です。どちらの部隊ですか？ジャンヌ・ダルクだ。ジャンヌ・ダルク。父さんがずっと僕の戦いを見てくれていた。うっそ、ハンガーの交換急げ。分かっている。ダメだ、僕はまだ子供みたいに落ち込んじゃっている。ハンガーお願いします。いや、ありったけのブーツも。
何をするつもりだウッソ。マッチさんの先方でやります。シールドの読みは今はないぞ。ジャンヌ・ダルクの部隊も苦戦しているなら退却だ。引け。ウッソに考えがあるらしい。ろくな武器もなしでどうやって戦う。無理がいかん。引くことも勇気がいるんだ。いや、今はやる時なんだよ。モビルスーツデッキ、ハンガー、ブーツの射出準備急げ。やってます。ハンガーを出したらブーツは連続射出だ。ウッソがまた何かやるのね。了解。軸受けよし。ブーツ出すぞ。行け。2のブーツを連続で打ち出している。ブーツが必要なら私のも使うかいウッソ。ありがとうございます。コニーさんは援護してくだされば十分です。ブーツの数を使う戦法ってあれはラゲーンのマチスワーカーさんが使った戦法ですよね。いいものはすぐに利用するのはいいけれど、あんなことは初めてよ。ウッソは鈴の音を出すモビルスーツを相手にするつもりだわ。そうですか。そうですよね、あれ。ウッソ機を援護する。いいね。はい、了解。鈴の音、あの区域だ。よしよし、坊やまた楽しませてくれるのかい。ブーツには直進させる。その上だ。坊やをやった手応えがない。うるさい早顔。坊やはどこか。すみません。ビクトリー。これでギロチンの鈴は鳴らさないで済むでしょう。パラさん、とどめを刺さないといつまでもギロチンの鈴が鳴るぞ。沈め。ザンネックの識別信号が消えました。モビルスーツ隊を車線上から排除。田代艦隊で押し出し、リガミリターの艦隊を潰せ。ミサイル軍第2波が接近します。近くには誰がいるの？誰も支援は得られません。退避行動を取るわよ。進路はどうします？マーベットさん、このままじゃ。エンジェルハイローの空域に潜り込みましょう。はい。大丈夫だよシャクティ。ホワイトアークは艦砲射撃からは離れているよ。大丈夫だよ。マーベットさんが指揮しているから。でもとても嫌な気配がするわよ。何？シャクティが呼んだ。誰？嘘！敵艦隊に突っ込むのか。フォーメーションを組むなら指示してくれ。ホワイトアークが出てしまった。単独行動をしている。エンジェルハイロー側の空域に流れている。ホワイトアークの戦力で敵の中心に飛び込んでもやられるだけだ。そうだよ。エリシャさんのいるホワイトアークを放っておけるか。敵の主力が出てきたぞ。全速前進、ひるむなよ。見つけられた。これ以上追ってくるなよ。船の周りに残っているのはシュラク隊だけだと。
ホワイトアークはエンジェルハイロー側に流されている。少年隊はそれを追ったのか？当然でしょこれ以上深追いは危険極まりない。あとはムバラク将軍の指揮に任せよう。そりゃいいことだが、う。しかしガキどもだけでいいのか？いや、いつでも奴らだけで何とかしてきたか。みんな無事か？どうしたの？どうしたの？あれさ、エンジェルハイローの本物でしょ。まだ距離があるのに形がはっきり見えるわ。エンジェルハイロー。言ったろうがファラ。何がだ、死にはしなかったろうがこの船にはまだマシンはいっぱいあるんだろ。そうだ、我が艦隊も砲撃戦をやってみせたが、イガミリティアをエンジェルハイローに引き寄せてみせた。エンジェルハイローにいるはずのカガチに頭が怯えているだろうよ。うん、そうだよねこれ以上戦いを広げないために私は母マリアに会う決心をします。でもそれが誤解を生み、私は見てしまうのです。愛し合うがゆえにお互いをビームで貫いてしまう二人の戦士を。次回「機動戦士ビクトリーガンダム愛は光の果てに」見てください。